はいどうも皆さんこんにちは、新田です。新たなダンススクールやってまいりました。近えよって思ったでしょ、くれよって思ったでしょ。ちょっとね、次は近くて暗くないとよく見えないジャンルになってしまってますので、細く大先生を見ていきたいと思います。今回ねすごいんですよこれ。まず何がすごいかっていうと、このポップ、しかもそのアニメーションでドゥバババとかドゥドゥドゥっていうこのヒットっていうこういうジャンルをこういう大舞台でやろうというところがすごいところです。すごく伝わりにくいんですよ。ヒットって生で見てある程度の距離感であったらヒットすごく見えるんですけど、もう距離遠いとね何やってるか分かんないです。ジミンちゃんとかみたいな大きいダイナミックの方が動いてる感があるんで、見ててすごいっていうのが分かりやすいんですけど、ヒットとかポップっていうこういうアニメーション系って近くで見ないとその凄さがなかなか分からないと。しかもまたさらにこれ難しいことに、映像でその凄さを伝えると半減してしまったりするところが実はポップダンスの難しいところで、ヒットパンパンっていうところを生で見たその衝撃を映像で見てる人たちが同じだけの質量を味わえるかというとこれねそんなことないんですよ実は。ダンス全てにおいてそうなんですけど、とりわけこのポップアニメーションっていうジャンルに関しては結構難しいところがあると。ただ、アニメーションの中でもタットっていうね、こういう風に手使ったりドゥクドゥクドゥとかいう風にやるじゃないですか。これは映像映えすると。なのでそういうところをうまく掛け合わせて踊っているっていうところで、今回はね結構この何ですか、ダンサー目線から見ても楽しめるものになっておりますのでね、見ていきたいと思います。暗いですけどね、見ていくとね明るくなりますから。まずですね25分55秒、ここの始まりいかつぎということで見ていきたいと思います。これね素晴らしいね。1本ここにビームがねスコーンと落ちるわけですけどね、始まりますよ。これやばい。しかもフェイクラブその音なのっていういかついじゃないですか。今回ダブステップの仕様になってるっていうところもあってかなりミキシングしてて、もうこれでね僕も踊りたいぐらい、真似して踊りたいぐらいすごくいい入りですね。でここにね細く大先生が手を差し伸べると、この1本むちゃくちゃかっこいいよねっていうところ。今回は上からのこのムービングライトですかね、当て方がすごくいいですよね。この細さでピャーって当ててるこのライトってむちゃくちゃ出力、別の話になっちゃいますけど電気代めっちゃかかると思います。これからのねこれがパーッと散るわけですね。で細く大先生とその後ろに控える4名のダンサーということで、この始まり方が素晴らしいと。からのね26分2分26分2秒のところですね。一周大きく胸のアイソレーション、これがよく僕が言う胸のアイソレーションってやつですね。今のところ一周回ってる時にさりげなくなんですけど、やっぱりダンスの基礎ができているのにただ一周くるって回るだけじゃなくて、回る中に胸のアイソレーションも1個入れてるっていうところがポイントになってきてます。ここ今後ろ向くじゃないですか。前向くタイミングでここら辺から、胸を回し始めてるので、前向いた時にこういう軌道が見えると思います。ここですね。今ちょっとこう膨らんでたところからしまうじゃないですか。ただくるんって回るんじゃなくて、回る前に厚みを持たせるっていうところを、胸のアイソレーションでここ表現してるっていうところで、こういうところですよね。さりげないポイントなんですけど、しっかり着実にスキルを見せつけてくるっていうところ。パーフェクトからのですね26分10秒いいヒットと。そうなんですよ。さっき言ってたこのヒットっていうところの難しさ、映像で見せるところの難しさ、今のところですね。これ8秒のところか、ドンドンっていう風に胸で2個ヒット打ってるじゃないですか。これがすごいところで、僕らは今この映像を見て、この距離感の映像を見てドンドンっていう風に大きくヒットを打ってるなっていうところを分かったじゃないですか。これが分かることがすごいんです。ヒットってすごいドンドンとかバンとかって打ってても映像だとね分からないことの方が多いんです。これ現実的にそうなんですけども、細く大先生の場合これね見ていただいて分かった通り、胸で2発どでかいものを打ってると。しかもそのただなんとなく打ってるんじゃなくて強いものをちゃんと2発打ってるのが見て分かるってことは、これ多分生でこうやって見たらむちゃくちゃすごいことになるんですよ。というところです。であえてやっぱりこの胸のところ開けてるじゃないですか、ジャケット。これ開けてるのにも意味があって、閉めてしまってるよりも開けてなんだっけ、開けてるからドンドンって打った時にこの白い中のインナーが揺れて見えると。で
かつここのジャケットもこういう風に開くじゃないですかっていうのが相まって、またさらにこの強さを強調してくれるっていうところでもあります。で今のここのヒットの打った感じで後ろのバックダンサーさんは、多分このアニメーションとかポップよりのダンサーさんをちゃんと集めてますなという風に思いますね。僕と多分同じジャンルの方たちで、からのですね26分16秒周りの人たちガチ勢スライドウォーク、この人たちがガチ勢であることがなぜわかるのか、とあるムーブを見ていただきます。というところです。今のスライドウォーク、右足に体重の時ドゥーンっていう風に前にみんなで出てくるところありますよね。この時のこの細く大先生の両脇のお二人のダンサーさんの口元をご覧ください。はい、とりわけこの右側の人プシューって言ってるの分かります？これ自分がその質感を表現する時にそういう口元になるんです。ポッパーは特にドンツッパンドンツッパンっていう風にビートの質感を口元で表現する。ブンパーンっていう口元をするんですよ。でここってどっちかというとプシューンっていう風に前に動いてるじゃないですかっていうところを口でプシューっていう風にある意味ちょっと息を吐きながらその質感を出すんですよ。声を出すことによってそれが体現される、最終的に自分の中で全身で体現できるっていうところにつながってて、その質感を例えば私グニューンっていう時にプシューとかっていう風にポップダンスやる人、アニメーションダンスやる人って結構言うんですよ。近くで聞いてると本当にプシュードゥ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 とかって言ってるぐらい、本当にその口でその効果音を出しながら踊ることによってより自分の質感を高めることができるっていうのは一説ちょっとありまして、それをねこの方たちはもうねやってらっしゃると。っていうことはもうそっちの道の人ですなっていうことがここでわかるわけでございます。それを踏まえてねもう一回見てみましょうか。ここの左の人もってやってますよね。でこっちの右の人もってやってますよね。これなんですよ。これがアニメーションダンサー、ポップダンサーにありがちなことっていうことで、これはガチな方たちですなっていう風になります。でここら辺のここに来るまでの終始のところでヒットをバンバンに打ってるっていうところも非常に細かいスキルになっていて、でちょっと大きめに動いてます。多分普段踊られてるこのシルエットよりも大きめに手を出したりとかこの後するんですけど、それは何でかっていうと舞台用に大きくしてます。舞台で実際に踊る時は遠くにいるお客さんにまでなるべく伝えることができるように、普段のポッピンで踊ってるこの位置よりもさらに1個奥ぐらいまでを目指して踊ることっていうのが結構ステージ上でのポイントになってきますっていうところもちゃんとやってらっしゃるので、ここのウェーブのところとかもすごく細かく通そうと思えばこういう感じでこれだと伝わるじゃないですか。でもここあえてこうやってやるんですよっていう、あえて大きく見せようとするスキルもちゃんと持っていらっしゃるなっていうところになりますね。26分24秒タット攻めの大先生、これですね。そして韓国のポップシーンの一個の表れでもあるかなっていうところ、見せ方がむちゃくちゃ上手。ここのね大先生のタットはもう皆さん見逃せませんよ。これすごいでしょ。不思議に見えるでしょ。不思議に見えるんですよ。でこれ何が不思議に見えるかっていうと、手を一個一個パーツごとにゆっくりゆっくり分解して動かしてるっていうところです。ここから落としてきてこう来てこう来てこう来てっていう風に手をこうやって持ってくるんじゃなくて、あえてぐるぐるぐるっていう風に持ってくるっていう、一個ここで経由させる、こういうのをタットって言うんですけど、これをねちゃんとやっぱりねスキルがあるからできる細く大先生、はい、ここなんですよ。この機械的な音に合うのがこういうタットっていうところになってくるので、これですね。ここで出てくるとは思わんなんだというか、もうちょっと期待はしてましたけれども上手です。非常に上手です。手の指とか長いからここのこういう上がって落ちてくるところのこの質感とかプッ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 っていうこの感じ、えげつなさっていうところがね結構見えるんですよね。でこの後ろにいる人たちとのこの後のねコラボレーション素晴らしい。ルーティン、これすごい、これすごい。こういうところですね。自分1に対して4人を使って全体で何かを見せるっていう、何かがこう幾何学的に動いてるようなものを見せるっていうところが非常に韓国のポップシーンはそういうクリエイティブがむちゃくちゃ上手なんですよ、作り方が。ポッピンって全国にあるんですね。全国にポッパーという方がいらっしゃって、その国ごとに結構特徴があるんですよ。で韓国の場合はルーティーンとかね、世界大会で韓国のポッパー代表、韓国代表の人たちのルーティーンを見ると、ルーティーンっていうのは何かっていうと、一人で踊るんじゃ
じゃなくてチームで例えば2-8、4-8ぐらいなんか一緒に踊ってなんかそのなんですかチームワークを見せる瞬間があるんですよ。チームワークを見せるっていうのもそのクルーバトルにおいて大切な評価のポイントになるんですけど、そのクルーバトルの時に見せるみんなでやるそのルーティーンの中でのその遊び心っていうのが韓国ね結構やっぱ特徴的なんですよ。みんなを使って一つの何かを見せる、みんなが同じ振り付けを踊るんじゃなくて一人一人が別の角度にいるんだけれども全員を見た時にそれが一つになって見えるっていうところを持ってくるのがねすごく韓国のそのダンスシーンとりわけポップの業界ではうまいなっていうふうに、僕個人的には思っていて、そういうところがねここでも見えてくるわけなんですよね。で今みたいにその細木先生がこういうふうに軌道を描く時にこの軌道に合わせて他の4人のこの手がドゥドゥドゥッドゥグドゥグドゥグドゥッドゥグドゥグドゥっていうふうに4つのパートがこうやって動くことによって細木先生1人でやってるところに対して4人が一緒にその延長線上の動きまで表現してくれるから、その動きがよりかっこよくクールに見えるっていうところなんでございますさ。でここも細木先生だけが前に出てくるだけじゃなくて後ろの人たちもこう組んでるじゃないですか。ガッガッガッっていう風にここも非常にシンプルなんですけどこれをやることによって全体的なまとまりが見えます。で足元見ていただきたいです。上でドゥドゥドゥッドゥグドゥグドゥグってやってるんですけど足元は1、2、3、4、5っていう風にゆっくり出てきてるだけ。ここの緩急に合わせて上がガガッガガッガガッっていう風に動いてるからここってかっこよく見えるんですよね。いろんなその緩急速度とかをいろんな状態にしてミックスさせて角度とか位置もミックスさせて一つのものが出来上がるっていうのですごくね数学的というか細かいんですよやってることが。ここでまずフォーメーションの1ですね。ここで2ですね。3、4、5で今2、3の間の後ろの人たちはこの状態で止まってたりとかっていう風にしているので組み合わせなんですよ。組み合わせでここで細木先生のビビビビビビっていうのに合わせて後ろの人たちがこうやって手の位置を変えるっていうようなところからのここの位置、細木先生の動きにみんなが連動してくるっていうところがこのポイントでございます。ここですね。皆さんねゆっくり同じ等間隔でドゥーっていう風に動いてるという同じ速度ですね。ここのビュンビュンっていうこの速度に合わせて細木先生も手をビュンビュンっていう風に出してくるから不思議に見えるんですな。ここのところのウェーブの通し方はさっき言ったように細かく通すんじゃなくて大きく通すウェーブですっていう風にちゃんと見せる。これはステージ上のパフォーマンスになっております。素晴らしいフィニッシュですね。46秒26分46秒ですね。これ素晴らしい最後。これですよ。ドゥーンダカ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 前の人の質感もですねドゥーンっていう風にちょっとそのドゥーンに合わせて揺らすっていうドゥーンっていうのも実は細かいディテールになっておりますね。わかります？この前の人手出す時にブーンっていう風に出してるんですよ。揺らしてるんです。それはなんでかっていうと後ろでドゥーンドゥク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 っていう風に音が進んでいくからですね。でドゥク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 って取って最後上に来て体を通してフィニッシュ。いやー素晴らしい。もうこれはチャレンジですからポップというそのジャンルアニメーションというジャンルを今回ここで選んでるっていうところ、そしてこのフェイクラブのねダブステップバージョンということでねすごいんですよ。ということでねちょっとね暗くてしかも近いですけどねこんな感じでね細木大先生の、パフォーマンスね解説を終わりたいと思います。リクエストや質問などありましたらね下の方からよろしくお願いします。という感じでまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。